はい、どうも皆さんこんにちは。前回ですね、e バイクのいいポイントっていうね、もりもりとお話しさせていただきましたけども、今回は辛口でやらせていただきたいと思います。はい。e バイクにですね、乗り続けて、分かった。13のダメなポイントっていうのをですね、ちょっとね、お話しさせていただきたいと思います。巷ではかなりやっぱり e バイクっていうのはどんどん流行っていって、業界的にもガンガンやっぱやっていこうと。メーカーの開発予算っていうのは、今、ロードバイクよりも全然こっちっす。全然ほぼ e バイクなんじゃねえかってレベルでみんな e バイクすごい頑張って作ってます。はい。で、どんどん良くなっていってすごいね、e バイクたくさんあるんですけども e バイクだけにじゃないですよ。はい。ロードバイクとかですね、グラベルロードとかもそうなんですけども、ある程度乗ってる人間が、結構ねがっつりと乗り続けて感じたことをですね、いろいろお話ししていきたいと思います。はい。僕が乗ってるのはこの e マウンテンバイクスペシャライズのリーボ、これはマウンテンバイク。もう一つはねバームーフっていう e バイクを2台持ってるんですが、他にもねいろんな e バイクはね乗ったことありますので、ある程度、参考になるようなお話ができればなと思います。はい、早速いきましょう。まず一つ目、僕らみたいなロードで疲れることに慣れてる人にとってはですね、物足りないと感じる可能性があると思います。はい。例えばですけど、ロングライドで50キロ例えば休憩ポイントがなかったというところで、やっと座れる、やっとご飯だみたいな、やっとランチタイムやっていう、そのなんだろうな、ありがたみと言いますか、そのあたりは、e バイクは少ないのかなと思います。はい。楽しくて楽なので、はい。もちろんね疲労感はあるんですよ。ちゃんと e バイクも疲れるんですけども、ロードよりかは疲労感は少ないです。故に物足りなさを感じる方はいると思います。特にこれはそのロードで慣れてしまっている人なんかは感じやすいのかなと思います。走り終えた後の筋肉痛はね、いつもと違いますね。はい、全然違います。いつもと違うっていうのはロードと比べてですね、全然違いますね。ロードバイクの時は、例えばロングライドとかね、走る時なんかはですね、やっぱりこの、人によるけど、僕の場合は、全体的に後ろの筋肉が疲れます。腰とか背中とか、お尻とか、足だったらね、いわゆるこの太もものハムの後ろの部分とか、この辺がね全体的に疲れるんですが、 e バイクの場合はここから下が疲れるって感じですね。いわゆる膝から下が疲れる印象です。はい、腰とかはそんな疲れないかな。なぜかというと、バイクにもよると思いますが、上支点下支点ってね、ペダルを踏み込む時のここの部分回す時に e バイクじゃない時は、この辺りからねグッと踏んで、この辺りで力が抜けるということで、ここが一番自身のパワーがかかるところであって、ここを踏むために全体のね腰の筋肉とか背中の筋肉とか、太ももを使ったりとか、もちろんね、ふくらはぎ使ったりとかするんですが、この一番力が加わる部分が、e バイクのパワーがね結構グンとアシストしてくれるので、あまり使わないんですよね、筋肉を。なので、どっちかっていうとふくらはぎ、膝から下をひたすら使ってるような感じで、筋肉痛っていうのはなんとなくここから下が起きますね。僕の漕ぎ方が悪いだけかもしれないんですが、明らかにロードでがっつり走った後との筋肉痛の差が、違います。普段乗ってる人間からすると違和感をすごい感じますね。はい。普段乗ってない人がね e バイク乗る分には全く違和感とか感じないし、それが普通だと思うんだけど、僕なんかはe バイクの疲れ方ってこんな感じなんだみたいな、そんな印象ですね。少し違和感を感じました。お尻が痛くなりがちです。はい。これねライドシーンの話なんですが、ロードバイクタイプはね結構ちゃんと前傾のものが多いんですが、ほとんどのものはアップライドなものが多いですね。はい。自転車っていうのはハンドル、そしてペダルでサドル、この3点でね体を支えているんですが、ロードの場合は基本的にペダルに一番体重を乗せるべきではあるんですよね。なぜかというと、ペダルに乗せた方が体重が乗っかるので、速く効率よく少ない力で走ることができますよと。で、他の力はサドルとハンドルにね分散させてあげる。わかんない、例えば60、20、20みたいな感じで乗せられたらすごくいいと思うんですが、e バイクの場合はそもそもアップライドな姿勢のものが多いのと、
踏んだ時にアシストが効いてしまうので、ペダルに荷重させにくいんですよね。踏んでもすぐアシストでスンと抜けてしまうので、なかなかペダルに体重が乗せにくい。ゆえに他の部分、サドルとかハンドルに体重が乗っかりやすくなっちゃうんですよ。っていうんで、お尻が結構痛くなりがちですね。僕も乗ってて思いました。お尻が結構痛くなります。体重足に乗っけなくてもですね、結構グイグイ進んでしまうので、その分僕の場合はね、サドルに体重が乗っかってしまうので、結構お尻痛くなりがちですね。これが逆にハンドルにね、すごい体重乗っかっちゃう人なんかは多分手がすごく痛くなっちゃうと思います。その体重の分散がロードとかと違うので、結構やっぱりサドルの対策はするべきかなと思いました。アシストが切れた時のギャップにショック受けます。はい。重ってなります、本当に。別にアシストは電池が切れるっていうことではなく、たまにちょっとね、これかなり今楽だけど、切ったらどうなんだろうってなって、たまにオフにするともうショック受けますね。はい。重っみたいな。このバイクやばみたいな。まあそれは別にね、アシスト切んなきゃいい話なんですが、現実を見せつけられるとですね、バイクの重さ、重量にですね、結構ショックを受けます。はい。アシストオンにしときゃいい話なんですが、はい。故にその e バイクを持って持ち上げたりとか、例えば車に積む時とか、家でね、こうスタンドにこう立てかける時とかはやっぱ結構重さは感じちゃいますよね。はい。走ってる時は気にならないけど、持ち上げると重いなっていうのはすごく感じました。ロードバイクタイプの e バイクに関してはですね、いい意味でも悪い意味でもあるんですが、24キロで日本のルールだとアシストが切れるんですが、24キロ意外にあっという間にいっちゃうんですよ。だから平地でね、ガンガン飛ばしちゃうと一瞬すぐに24キロに突破しちゃうので、アシストの恩恵が意外に平地は受けづらいかなと思いました。はい。特にね、高速巡航する人にとってはね。だから海外とか、例えばアメリカとかだったら、ロードバイクタイプは確か40数キロとか出るんですよ。アシストを使おうと思えば。まあ30キロとか海外だとね、出せるんですけども、日本のルールだと24キロなので、24だと結構あっという間にいっちゃいますね。まあその分ね、長持ちはするし、初動の、さっきも言いましたけど、バイクが重いので、初動が重くて大変な部分をアシストでパーンとカバーできるのはすごくいいことではあるんですけどもね、結構ね、平地だと意外に踏みます。e バイクとはいえ、特に走れるスポーツモデルに関しては結構ちゃんと踏むはい、かっこいいのがまだまだ少ないですね。本当に正直見栄えが良くない e バイクはまだまだ多いです。僕の中では e バイクはもうバッテリーはもうむき出しなし、もう完全に内装、取り外しができたらなお良いですけども、いずれにしろバッテリーボーンみたいな、ユニットドーンっていう感じのバイクがまだまだ多いです。バンムーフなんかすごい洒落てるし、このスペサのリーボンに関しては横から見たらもうこれ e バイクなんですかっていうぐらいすごい見た目がスマートでかっこいいんですけど、まだまだそういったバイクは少ない。言い換えるのであれば世界的には普通にあるんだけども、日本で買える e バイクの中でそういったいわゆるスマートなバイクっていうのはまだまだ少ないのが正直なところですね。その見た目がなんか微妙でちょっと手が出せないな、出しにくいなって人は結構いると思います。普通のペダルバイクと同じようなスマートな見た目でガシガシ出してくれたらスッと入りやすいんじゃないかなと僕は思いますね。やっぱり見た目が大事じゃないですか。ロードバイクみんなもそうでしょ。買うときはやっぱり見た目最優先でしょ。やっぱりね、機能云々とか軽さとかもあるけど、まずは見た目っていうところあると思うので、もう少しね、日本にもかっこいい e バイクがバシバシ入ってくれると嬉しいなっていうふうには思います。あとはですね、値段がまだまだ高いね、 e バイクは。自転車メーカーいろんなメーカー出してると思うけど、やっぱり結構もう50万100万みたいなバイクが多いです、正直。だからなかなか手が出しづらいかなと思ってます。はい。正直ね、ベンチャー系とか中国系の台湾系の e バイクめちゃくちゃ安いので、20万とか、僕のバームフと25万ですからね。25万か30万とかそこなんですけど、別に安くはないんだけども、ロードバイク、ミドルグレードのロードバイクと105を搭載したロードバイクと同じぐらいの e バイク、しかもかっこいいみたいのはあちこちから出てるので、それぐらいまで結構落としてくれたらかなり手が出しやすいんじゃないかなと思ってます。もちろん
高い e バイクっていうのはやっぱりカーボンができてたりとかすごくいいものが多いんだけども、まあちょっとまだまだ値段が高いなっていうのは正直なところかなと思います。充電器がでかいです。とにかくでかい。ちょっと見せますね。参考までにこの後ろのこの e マウンテンバイクの充電器、これです。でかいでしょこれにこの充電の口がついてて、さらにここにね電源タップを引っ張るための、ケーブルがあるんですが、めちゃくちゃでかい、そしてめちゃくちゃ重いです。はい、このバッテリーチャージャーがとてもでかくて重いので、持ち運びは結構しんどいです。はい、まあ持ち運びする人なんていないと思うけどね、そうそういないと思うけど、まあもしもね、旅をしますよと e バイクでってなった場合に、もうリュックまたはバイクパッキングは必須ですね。はい、なんかアンカーのちっちゃいこんなんで充電できますって感じじゃないです。もうめちゃくちゃでかいです。はい、万が一故障した時がちょっと怖いよね。はい、出先とかライド中もそうですよね。急になんかアシスト効かなくなった時なんかは、普通のロードバイクみたいに、例えばパンクだったらねすぐ直せたりとか、まあ、ワイヤーとか変速関係はすぐ直すのはきついですけども、いずれにしろ電子的なトラブルは自転車屋さんとかまたは修理出さないと直せないみたいな、部分が多いと思います。その場で直すことはできないので、そういった部分の不安要素は正直あるかなと思います。僕は今まで一回もないですけどね、そういうことは。でちゃんとしたメーカーであればそういったトラブルはほぼないと思うんですけども、まあ正直e バイクっていうのはもうほぼ家電みたいなもんだと僕は思ってるんで、万が一ね故障した時に面倒くさそうだなっていうのは正直あるかな。バイクパッキング、これはね、相性は結構良くないバイクもあると思います。バイクによってはこのリボに関してはトップチューブの下、ここの部分がですね少しバッテリーが入ってるんで分厚くなってるんですよ。で他の e バイクに関してはバッテリーがむき出しのものになったりとか、するので、基本的にフレームが分厚くなります。ロードバイク用に設計されているものが多いので、バイクパッキングは紐が通らねえなっていうシーンがねちょくちょくあって、不便さを少し感じることがありました。はい、ハンドルとかは大丈夫なんですけども、特にこのフレーム周りですね、この辺りフレームバックとかは結構取り付けづらいなっていうふうに思いました。これが最後になります。輪行は無理っすねはい、重すぎて無理です。難しいです。スペシャルのリーボに関しては、マウンテンバイクの e バイクに関しては本当最軽量クラスなんですが、それでも17、8キロ、僕のバイクは18キロぐらい、軽くすれば多分16キロ台いけるんですが、重いです。にしても重いです。はい、でロードタイプで軽いものだと多分10、まあ3、4、5、そんなもんだと思います。重たい黒森ロードよりも重いですよね。だからリンコは正直かなりしんどいですね。でさらに飛行機リンコに関してはバッテリーのその容量の問題があって、難しいです。 e バイクに関しては取り外しができるタイプであればいけるパターンもあるんですけども、リーボに関してはとかね、こういった埋め込みタイプのものに関しては飛行機輪行は基本できないと思ってもらっていいと思います。重量も重いし旅にも結構向いてるよ、重さを帳消しできるからバイクパッキングにもいいよって言ったんですが、その反面飛行機輪行とか向いてないから、全部自走または車に積んでいかないといけないから、まあ、向いてるんだけど向いてないというか、難しいとこだなっていうふうに個人的には思いましたね。ってな感じでですね、ちょっと辛口だったかもしれません。e バイクについて少しマイナスイメージを持った人がいるかもしれないですけども、ダメなポイントゴリゴリ言いましたけども、いいポイントもたくさんあって、前の動画でね10個ぐらい言いましたけども、トータル的に僕はじゃあどうなのって言ったら e バイクは最高っすよ。マジでいいっすよ。今回デメリットを話した内容に関しては、その人にとってはデメリット、その人にとってはデメリットじゃないっていうところがたくさんあったと思います。はい、そうだな、充電器がでかい、持ち運びがしんどいって話は別に俺持ち運びしないしっていう人もいると思うし、走り終えた後の筋肉痛はなんかいつもと違うなーって人からすると、仮に初めて e バイクを乗る人にとってはですね、別にそんなん筋肉痛ロード俺乗ってないから別にどっちでもいいしって人もいると思うし、別に全ての人が該当するわけではないんですが、普段ロードを乗ってる人間からするとですね、これら今話した内容が個人的にはまあデメリット、ちょっとねダメなポイントとしてちょっとね気になったかなというふうに思いました。参考にしてもらえればなと思います。はい、ということで今回の動画は以上です。もしもね良かったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではでは。